はい、こんにちは。この動画では、この中国のハブ・フーボーさんのスチールフレームの自転車を自分がどういう風に組み立てたのかということについて話していきます。このスチールフレームがどういうものなのかっていうことについての紹介は YouTube では別の動画にアップロードしているのでそちらもご覧ください。さて、じゃあこの非常に美しいこのテーパー形状のヘッドチューブを持ったスチールフレームどうやって組み立てたのか各部のパーツについて見ていきます。ではまず駆動系からですかね。まずクランクとチェーンリングは中国のセニックスという、ここは中国のセンサーの系列らしいんですが、のものを使用しています。アウター 50T、インナー 34T のダブル、非常に一般的なギア比ですね。これを使ってみたかったのが、これはアウターとインナーが一体で3ピンで留めるものだったんですけども、今まで5アームとかマウンテンなら4アームのクランクしか使ったことがなかったんで、そういうアウターとインナーが一体になったやつを使ってみたいなというふうに思ったからこれを選びました。ただ後で知ったんですけど、この3ピンのものってスラム系の規格のものの中でも旧式らしいですね。自分はあまり最近の事情に詳しくないので初めて知りました。フロントディレイラーはシマノ 105R7000、リアディレイラーもシマノの 105R7000 ですね。このフロントとリアのディレイラーは行きつけの自転車屋さんにデッドストックがあったので未使用品を新しく取り付けました。この R7000 を選んだのには明確な理由があって、もちろんもう少し古いアルテグラとかを選んだ方がはっきり言ってパーツの仕上げとか金属感というところで言うと魅力的なんですよ。は分かってるんですけど、この R7000 の105のリアディレイラーというのが、ローガは 34T のスプロ系に対応しているので、それを選んだというのがあります。で、11足のスプロ系で、11から 34T なんですけど、この11から 34T、もちろん自分が足がないっていうことも選んだ理由ではあるんですけど、このスプロ系を選んだのにもう一つ理由があって、いわゆる8、9、10足用のリアハブに取り付けることができる11足スプロ系であるからですね。CS-HG700 と800の 34T のものっていうのは8、9、10足用のハブにつくんですね。で、このリアホイールのハブも8足用のハブというわけです。じゃあなんでリアに8足のハブなんか使いたかったかっていうと、これちょっと裏返しなんですが、よいしょ。このようにやると、これ、デュラエースのFH7403 という74デュラの8足のハブでこれを使いたかったからですね。じゃあなんでわざわざ74デュラのハブなんか使いたいって思ったかっていうと、家にこのサンツアーのシュパーブプロのフロントハブだけあって、これ行きつけの自転車屋さんで2000円でどうって言われて買ったんですけど、それの使い道が欲しかったから、かといってサンツアーシュパーブプロのリアハブがあったとしても現代のスプロ系はつかないんで、なのでフロントはサンツアーシュパーブプロ、リアはデラエースの FH7403 のハブで組みたかったっていうのが先にあって、この11足スプロ系の中でも8足につくやつを選ぶことになった。で、それを使うための R7000、105の GS のリアディレイラーを使うっていう、そういう逆算で成り立ってます。この自転車の梱包、駆動系周りっていうのは。そういう流れで決まりました。何を使うのかは。ホイールのリムは前後とも近隣の XR200 という非常に手組みでは定番のリムですね。ただしXR200 は現代風の幅の広いリムではなくて昔ながらのロード用の幅の狭いリムです。700C の WO ですね。で、スポークはサピムの14番を使っています。ということでホイールは前後ともそんなに軽くないです。ホイールについてはね、自分の用途というのがレースよりもツーリング志向なので、そういった組み立て方になりました。十分に走りは良いと感じます。ちょっと紹介が遅くなりましたが、デュアルコントロールレバーについてはシマノではなく中国の L2 ラントゥのものを使ってます。L2R9-2SPD というものですね。以前 L2 のデュアルコントロールレバーについては8足のものを使ったことがあったんですけれども、それに比べて改良されていて、この L2 のデュアルコントロールレバーっていうのはリアディレイラーでいうシフトダウンがこれで、シフトアップがこれなんですよ。カンパのエルゴパワーやシマノの昔のソラのような構造なんですけど、
カンパの L5 パワーと違って、下半を持った状態ではシフトアップできなかったんですね。以前買ったモデルは。シマノの昔の空と一緒でした。なんですが、今売ってるものはこのように、ここのレバーが大型化されていて、下半を持った状態でも、このようにレバーに手が届くように、指が届くようになっています。これは非常に大きな改良ですね。でもちろん11速のメカ変速のシマノのデュアルコントロールレバー買ってもよかったんですけど、中国製のフレームだということもあるし、正直ちょっと自分は最近のシマノの方針好きではないので、中国の L2 を意図的に選びました。この L2 のデュアルコントロールレバー、性能についてはね、特に自分は問題を感じないですね。グリップの握りも握りやすいし、いいと思いますけどね。今となっては、デュアルコントロールレバーって、シマノが STI を作ったのって30年以上前なので、枯れた技術なわけですよ。なので、そういう枯れた技術なので、自分は問題ないと思って使ってるというか、逆にこういう新しい風が入ってきてくれた方が、自分は自転車に限らずですね、様々な、特に趣味界隈のものっていうのは良くなると思うので、自分は積極的にこういう中国メーカーのパーツ、フレームもですけど、使っていくつもりですね。というところから、いきなりシマノの旧式パーツの話で日本メーカーじゃんってなるんですけど、ブレーキはシマノの6700系アルテグラのものをつけてます。これについては単純に中古で安かったのと値段の割に仕上げがいいからですね。至って普通のデュアルピボットのブレーキです。これ自分が昔自転車をやってた人で、デュアルピボットではないキャリパーブレーキがその後出てたのを知らなくて、シマノとかの。なので、何買ってもある程度以上のものだったら一緒だろうって思って、6700系アルテグラを買っちゃったんですけど、もう少し後からのシマノ製品って、3つ目の軸ができて性能が上がってるらしいですね。この67アルテでも全然性能面の不安は感じないですけど、これについては自分が知りませんでした。リアも同じブレーキです。で、あとは細かいパーツとして、ハンドルとステムはこの中国のフーボーさんのお店で売っている純正品のアルミステムとアルミハンドルです。このベルは日本の山彦ベルというところが出しているこのコラムスペーサーと一体化しているやつですね。これ地味に1500円ぐらいするんですけど、メーターとヘッドライトはこのように中国のサイクラミさんのマウントにつけていて、基本的にこの自転車のメーターとかライト関係はガーミン互換の90度回転させて付け外しするやつで統一してます。メーターは中国のエクソスさん、ライトは中国のボーウェイだっけ、18650リチウム電池が交換できるやつをつけてます。で、テールライトは、キャットアイつけてもよかったんですけど、キャットアイのマウントもついてるんですが、変換して中国のトゥーワイルドっていうブランドの充電式のやつをつけてます。で、もう一つ、この反射板もちょっと過剰かもしれないけど、自分はつけてます。要は仮にライトが電池切れになった時に即座に交通違反にならないようにしたいので、お前反射板つけすぎだろって言われそうですけど、この日本のブルーラグの反射板もこっちの自転車につけることにしました。で、このフーボーさんのフレームのコンセプトはレース用なのに矛盾してるんですが、サドルは革サドルです。中国のワルガンというところの革サドルをつけています。中国のワルガンというブランドの革サドルなんですが、型番が RR175 っていうもので、メイドインチャイナって刻印があるんですけど、これ、現代の下手なブルックスのブランドがついた革サドルよりも品質いいと思いますよ。革分厚いし、仕上げも十分だし、ちょっと表面に傷がついてるのは自分がアウトレット品を安く買ったからなんですけど、値段本当に安くて1500円しないです、日本円で。いや、自分はもう完全に革サドル派になってしまいましたね。ただブルックスを買うのは意味がないと思ってますけど、あれは要はブランドに金を払うってことなんで、まだこの革サドルについては育ってないので、これから育てていくつもりです。シートポスト、最初はカーボンシートポストをつけたんですけど、ちょっと自分はちょっと取り扱いが面倒すぎて嫌になっちゃったので、日本で安く売ってた同じワルガンのアルミシートポストに変えちゃいました。ステムとハンドルが銀色なんで、シートポストももしかしたら銀色にしてもいいかもしれないですね。そう。あとはツーリング寄りにしてしまった部品として、最初、ルック互換のロード用のビンディングペダルつけてたんですが、シマノのド定番の PDR520 に交換しちゃいました。これもともとピストにつけてたやつで、ピストには別の
マウンテンバイク用 SPD のシマノ製のペダルつけて、ピストからこれを移設してきました。トレーニングとかレースとかだけやるならいいんですけど、自分はツーリングでいろんなところに立ち寄りたいし、あと、日本最近交通法規が厳しいので、横断歩道を漕いで渡る右折をしないようになったんですよ。結構みんなやってますけど。っていう時に降りて押して渡りたいので、ロード用のビンディングペダルだとそれが非常にやりづらいので、なので、マウンテン SPD に変えました。あとはね、サドルバッグ。これ、中国のライノウォークさんのやつなんですが、このワルガンの革サドルが、本来はキャラダイスとかの大型サドルバッグに使うようなサドルループがついてるので、それを活かして、ちょっとこういう大きめの、これ本来はハンドルバーバッグとして売られてるやつなんですが、こういうサドルバッグを使うことにしました。これだとちょうど、この、今撮影している DJI Osmo Pocket 3を入れるためのケースが中に入ります。あと、ボトルケージは、このフレームを買うと、フーボーさんのプラスチック製のボトルケージがついてきて、最初それつけてたんですけど、ここにフレームバッグをつけた時に、ボトルの上が当たって、それで、無理やりボトルを取り出そうとすると、プラスチックケージに力がかかって壊しそうだなって思ったので、頑丈なアルミ製のボトルケージに交換しました。このアルミ製のボトルケージは日本のアラヤのもので、日本で作ってるのか他の国で作ってる OEM かわかんないですけど、一応マディフォックスというブランドがプリントされています。大体そんなところですかね。ということで、自分はね、ロードバイクを一から組み立てるのが2000年代後半にパナソニックのチタン製ロードバイクを組み立てた時以来なんですが、今明確にコンセプトを持って組み立てるとこういう風になりましたという紹介の動画でした。別の動画でこのフーボーさんのロードバイクどういうフレームなのか紹介してますけど、いや本当にいいフレームですよ。ということで、スチールフレームで良いものが欲しいという方、中国からこのフーボーさんのものを買うの非常におすすめなので、ぜひ買ってみませんか？ちょっと宣伝の動画ではなくて勝手に宣伝してるだけなんですけど、ご視聴ありがとうございました。